どうも、こんにちは。今回はね、リアンリーの O11 ビジョンコンパクトっていうね、こちらのホワイトの PC ケースなんですけど、開封していきたいと思います。それから O11 ビジョンっていうね、以前発売したケースもありますので、その2つを並べて何が違うのかっていうのをね、ちょっと検証したいと思います。ではまずね、ケースを開封して、パネル類をね、全部取り外していきますよ。さあ、ここからね、比較なんですけど、O11 ビジョンの方を初代と言って、O11 ビジョンコンパクトの方ね、コンパクトっていう言い方でやっていきます。で、初代の方はね、以前動画にアップしてるので、概要欄からね、見ていただければと思います。まずですね、この大きさの比較なんですけど、こういった感じでね、微妙にね、やっぱりサイズ感が違うんですよね。高さ、幅、奥行きとですね、コンパクトの方がこう、小さくなっています。でサイドパネルのデザインはね、同じメッシュ構造になっています。でリアパネル見ていくと、コンパクトの方はね、上にね、このね、ケーブルホールが1つあるんですよね。それから電源の取り付け位置とストレージマウントの位置がね、これ上下逆っていう感じなんですよね。でボトムパネルなんですけど、ダストフィルターがねついているんですけどね、これも全く同じ構造でスライド式で取り外し可能ということですね。ガラスのサイドパネルはネジ一つで止まっているというのもね、同じでした。
でさらにねボトムパネル見ていくとですね、ファンブラケットが取り付けてあるんですけど、これもねコンパクト初代ともにネジで2つ留めてあります。取り付けファンの違いはこんな感じです。なんといってもコンパクトの方はトップパネルが最初はメッシュボードのパネルが付いていました。そうすることで 280mm または 360mm のファンが取り付け可能ですね。トップパネルが2つ用意されているっていうのもコンパクトの特徴ですね。そしてね、中を見ていくとケーブルホールがあってグロメットが付いてるんですけど、コンパクトの方はねホワイトで、初代の方はねグレーなんですよね、グロメットがね。でそれからコンパクトの方はね AIO のソフトチューブを通すための、大きなね、穴が上に開いてますよね。この部分ですよね。それからマザーボードトレイがね取り外し可能なのが初代なんですよね。で高さも変えれるということでした。でコンパクトの方はね取り外し可能ではないんですけど、この初代の方は取り外してもねこう網目になっていて後ろはねこうアクセスできないんですよね。でコンパクトの方は BTF なんかの裏配線マザーに対応しているので、そのねコネクターの穴も開いています。でリアパネルもう一回見ていくとですね、先ほど言った高さが変えれるっていう部分で、こういったね、パネルも取り外し可能になってます。でフロントパネル見ていくと、コンパクトの方はねパワーボタンのみなんですけど、初代の方はねパワーボタンとリセットボタン2つねついています。それから下にある IO ポートは同じ構造でしたね。でサイドパネルの取り外しなんですけど、同じくねツールフリーでここはねネジなく簡単に取り外すことができます。で中見ていくと PC マスターレースとリアンリーとね同じロゴプレートが取り付けられていて、そこの構造もね同じなんですけども、先ほど言ったね電源とストレージマウントの位置が、上と下で違うということですね。それからケーブルマネジメントする、ブラケット、これもね同じものがついていました。ただ初代の方はねこのブラケットのね取り付け位置がたくさん選べるよっていう感じなんですね。で、最初が取り付けられているケーブル、これもねホワイトで同じですね。あとこのパネルに取り付ける 2.5 インチの SSD のね数が違いますね。初代の方は3つ付けれて、コンパクトの方は2つ取り付け可能ですね。でこのねストレージマウントを取り外してみてもですね、結局この網目があることで、表側にはアクセスできないんですよね。そして、サイドのねこのファンブラケット、これもね両方ともついてるんですけど、取り外し方が違うんですよね。初代の方はここにねネジがあって上下に動かせるんですけど、そうするとね簡単にこうやって取り外すことができます。そして、表裏逆にね取り付けることも可能です。でコンパクトの方はというとね、ここにネジがなくて、じゃあどうやって取り外すのかというとですね、この横の方にねネジがあるんですけど、これはじゃあ上下下ろせるのかというと、上下に動くわけではなくて、このネジをね取り外さないといけないんですよね。このネジを取り外すことでようやくねこのファンブラケットが取り外し可能になります。で、裏表逆に取り付けるのは一緒なんですけど、ここがね、初代の方が取り外すのは簡単にできるなという印象でした。でね、この厚みもちょっと違うんですよね。その分ね、コンパクトの方はこうクリアランスが広くなってますね。であとフロントパネルの取り外す時のネジなんですけど、コンパクトの方はねここネジ2つついてました。で初代の方はネジ1つですね。
それからですね、中の方でもう一回見ていくと、コンパクトの方はね、グラボステイがついてるんですね。でこれも高さが変更可能ということです。ケースフィートの高さもね、違ってたんですね。初代の方が、ケースフィート、足がね、高いんですよね。というわけでね、いかがだったでしょうか。こうしてね、比較してみるとね、微妙な違いもあったりして、なかなか面白かったですね。これからちょっとこのコンパクトでね、水冷 PC 作っていきますんでね、ぜひ追記が気になる方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではご視聴いただきありがとうございました。